豪徳寺を出て松陰神社に向かっていますが、途中にあった小国寺に立ち寄ります。新しいもんですね。改装済みのような感じ。チャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要です。隣は国士舘大学ですね。銅雨のほとんどが空襲で焼失し、戦後の再建のようです。古文書類も空襲で焼失し、記録がわからないようです。1554年までは遡れるそうなので、500年以上は経っているでしょう。国士舘大学ですね。あまりイメージがよくありません。着きました。松陰神社です。吉田松陰という江戸時代末期の人物を祀った神社です。吉田松陰はテロリストであり、老中暗殺計画の首謀者として処刑されています。当時の反政府運動に関わる弟子を大勢育成しています。政府の打倒に成功したため、反政府側が勝者となり、その師匠として祀られています。結局は権力争いなだけですけどね。勝った側が歴史を作るということです。
吉田松陰は慶氏が1859年で4年後の1863年にこの地に改装されました。江戸時代のうちにもう祀られており、そのために徳川勢に1回は破壊されています。その後に神社として創建されたのは1882年。明治維新関係では必ず出てくる重要人物ですから、とても人気が高いです。こちらは萩にあった松下村塾の復元です。講義部屋は小さな部屋とは聞いていましたが、想像よりもはるかに小さいですね。吉田松陰の教えた部分は2年10ヶ月の開講で、生徒は90人ほどだったとか。その中から総理大臣に4人もなっています。
では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。梅ヶ丘駅から帰ります。